はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は J 実施主義を兼ねまして北海道旭川市から秋田に旅行に行った動画のパート2です。皆さん、十和田バラ焼き知っておりますか？十和田バラ焼きは大量の玉ねぎと牛バラ肉を醤油ベースの甘辛いタレで炒めた料理です。私は今回十和田湖にあるレストランで初めて食べました。それ以外には奥入瀬渓流や海に面した絶景の露天風呂を楽しむことができます不老不死温泉に行ってまいりました。最後に秋田空港の様子やおすすめのお土産につきましても紹介しております。 4K 映像かつ20原稿の字幕を歯車マークから選択して最後までご視聴いただければ幸いです。今回旅行しました秋田の場所ですが、羽田空港から約 707km、 新千歳空港から約 383km の場所にあります。前回紹介させていただきました秋田旅行パート1の動画では、旭川から秋田までの移動の様子や新千歳空港の JAL ラウンジ、また秋田の名物料理であります横手焼きそばきりたんぽ鍋を食べました。最後に秋田随一の飲み屋街であります川端で秋田美女とお酒を飲んだ様子なども紹介しております。まだご覧いただいてない方はぜひ視聴いただければと思います。今回の動画は JR 秋田駅から約 3.3km の場所にあり、今回宿泊しておりましたホテル小町からスタートしたいと思います。私はこちらで朝食を食べました。こちらでは写真のようなハーフバイキング形式でした。宿泊をしなくても1000円で食べることができるようです。ハタハタの南蛮漬けや純菜など秋田料理もありました。私は座敷に座って朝食を食べました。ハーフバイキングでしたので朝からがっつり食べちゃいましたね。カレーライスはおかわりしちゃいました。どの料理も本当に美味しかったです。私は朝食を食べた後、十和田湖に行きました。秋田市から十和田湖までの距離は約 166km です。今秋田市内の県道56号線を走行しております。この通りはロードサイドにいろいろなお店がありましたね。今秋田県の県境の町であります小坂町の県道2号大田線十和田線愛称樹海ラインを走行しております。標高が上がっていくにつれて3月後半でしたが、かなり残雪がありました。少しずつ十和田湖が見えてきました。行き過ぎてしまったのですが、左の八ヶ峠展望台に行きました。ここで十和田湖につきまして紹介したいと思います。十和田湖は青森県と秋田県にまたがる湖です。面積は61平方キロメートルで、最大水深は全国3位の 326.8 メートルです。八ヶ峠展望台は標高631メートルの場所にあります。私は十和田湖を見ながら奥にあります石碑に向かって歩きました。すごく絶景でしたね。八ヶ峠展望台に行った後、この場所から約 19km の距離にあります十和田八幡平国立公園を代表する景勝地の奥入瀬渓流に行きました。今国道454号線を走行しております。助手席から十和田湖を眺めておりましたが、すごく広かったですね。次の T 字路を右に曲がりますと奥入瀬渓流になります。奥入瀬渓流はミシュラングリーンガイドで2つ星に選ばれました観光名所だそうです。約 14km 続く渓流はどこを歩いても絶景だそうです。私は車窓から渓流を見ておりましたが、自転車でサイクリングしたら最高だと思いました。奥入瀬渓流には滝が何か所かありましたが、今回は白糸の滝を見に行きました。綺麗な清流のすぐ近くに落差約 30m の滝は迫力がありました。私は奥入瀬渓流に行った後、昼食を食べるために十和田湖畔にありますレストラン食事処神田川に行きました。この辺りにはお土産屋さんやレストランが数軒ありました。私は目の前に見える建物にありますレストランで食事をしました。お店の中の様子です。カウンター席と座敷がありました。このお店では秋田や青森の名物料理を食べることができます。比内地鶏や十和田湖高原の
ブランド豚を使った料理も美味しそうでしたが、今回は十和田バラ焼き定食を注文しました。私が今回注文しました十和田バラ焼き定食1320円です。甘辛いタレに絡んだ牛肉のバラ肉や玉ねぎはライスがいくらでも食べれるくらい美味しかったです。この動画を見て十和田バラ焼きを食べてみたくなった方は Amazon でも購入することができますので、ぜひ一度食べてほしいです。私は十和田湖で観光並びに食事をした後、この日宿泊しました絶景の露天風呂が人気の不老伏温泉に向かいました。十和田湖から不老伏温泉があります青森県深浦町までの距離は約 158km です。今走行している場所は能代市の国道101号線です。能代市は厚岸から約 64km の場所にある都市で、人口が約4万7000人です。バスケットボールで有名な能代工業高校はこちらにあります。前回秋田に行った時に食べたんですが、秋田美人が作るババヘラアイスと呼ばれておりますアイスを幹線道路沿いで見かけますので、ぜひ食べてほしいです。能代市を過ぎてしばらく走っていきますと、左側に海が見えました。日本海の荒々しい波を見ておりますとリラックスできますね。しばらく国道101号線を走行しましたが、こちらを左に曲がりました。この線のへなし駅から徒歩15分で不老伏温泉に行くことができます。はい、青森県深浦町不老伏温泉に到着できました。不老伏温泉は海辺の露天風呂が有名で、一度は訪れてほしい温泉だと思います。1階のロビーの様子です。広々しておりました。館内には売店やカラオケルームなどもありました。私はこちらの売店でイカせんべいをお土産に買いました。部屋に行く廊下には青森県の方言であります津軽弁について紹介しておりました。その中の一つ、ノッツドについて紹介させていただきます。ノッツドはどっさり、とても多いなどの意味があるそうです。それ以外にもでっただや勝てるなどの津軽弁の説明もありました。今回宿泊しました部屋は落ち着いた和室でした。窓の方に行きますと日本海が一望することができました。こちらは公式ウェブサイトから拝借させていただいております。不老伏温泉には3つのお風呂があります。日帰り入浴は料金大人600円です。私が最初に入った露天風呂は不老伏の湯です。こちらは海辺の露天風呂に比べますと空いておりますので、個人的にはこちらの露天風呂がおすすめだと思いました。次に入浴したのは海辺の露天風呂です。奥にあります建物の奥に女性専用と混浴の露天風呂がありました。残念ながら動画の撮影ができませんでしたので、写真で紹介させていただきます。荒々しい日本海を眺めながら入る露天風呂はこの場から出たくなくなるほど一度は入ってほしい露天風呂だと思いました。私は温泉に入った後夕食を食べました。私が予約した宿泊プランはバイキングでした。お刺身も数種類ありましたし、十和田バラ焼きやサザエのつぼ焼きもありました。それ以外にもいろいろな料理が並んでおりました。こちらは追加料理とドリンクメニューです。アワビの刺身2750円などを注文する場合は17時半までに予約が必要だとのことでした。私が今回食べた料理は海鮮丼やホタテ焼き、サザエのつぼ焼き、そしてお昼にも食べました十和田バラ焼きも食べました。ホテルのバイキングでこれだけの料理が出てきたのは私の中では今までになかったんじゃないかなと思いました。本当に大満足の夕食でした。美味しかったです。次の日の朝風呂はこちらの黄金の湯という内風呂に入りました。朝風呂に入った後の朝食もバイキングでした。朝から刺身が食べれるのは最高ですね。青森といえばリンゴですよね。こちらも美味しかったです。
このホテルは1泊2食付きで1万5000円前後で宿泊することができますので、ぜひ行かれてほしいと思います。この日、秋田空港11時45分発の飛行機に乗らなければいけませんでしたので、不老伏温泉を朝8時前には出発しました。不老伏温泉があります青森県深浦町から秋田空港までの距離は約 141km でした。今、秋田自動車道を走行しております。川辺ジャンクションを由利本荘方面に行きました。秋田空港は山の中にありましたね。不老伏温泉から約2時間で秋田空港に到着することができました。せっかくの機会でしたので秋田空港の中を歩いてみました。こちらには日本航空のチェックインカウンターがありました。少し歩きますと全日空のチェックインカウンターがありましたが、広かったですね。売店もありました。エスカレーターで2階に上がってきました。後で紹介させていただきますが、お土産を売っているエリアがありました。左側にはアナフェスタがありました。こちらから制限エリアに入ることができます。奥にはカードラウンジがありました。こちらのロイヤルスカイラウンジは2023年2月23日にリニューアルオープンしたそうです。開放感があって綺麗でしたね。コーヒーやソフトドリンクに加え、たまたまかもしれませんが秋田の日本酒も飲むことができました。私は秋田空港でお土産を買ったんですが、こちらにお示ししております金満と呼ばれる秋田銘菓を買いました。大判焼きのような味で美味しかったですね。一度食べてみたい方は Amazon でも購入できますので、一度買って食べてみてほしいと思います。それ以外には稲庭うどんや比内地鶏もありましたし、私も今回食べましたきりたんぽ鍋やいぶりがっこなどもありました。はい、これから秋田空港11時45分発新千歳空港行き日本航空 JAL2822 便搭乗開始します。機内では CA さんに挨拶いただきました。私が今回座った座席は 1A でした。これから秋田空港を離陸します。徐々に加速していきます。この機種でありますエンブライル170の離陸速度は時速270キロだそうです。秋田空港から日本航空 JAL2822 便新千歳空港に向けて離陸しました。パート1の動画でも紹介させていただきましたが、この便の運航は JAL グループの J エアです。今回登場しましたエンブライル170は小型ジェット機で座席数が76席、巡航速度が時速 800km、航続距離が 2600km の飛行機です。秋田空港から新千歳空港までの区間マイルは238マイルです。キロメートル表示で表しますと約 383km になります。この便は飛行時間が60分未満でしたのでドリンクサービスはなく、その代わり飴を配っておりました。途中函館市上空を通過しました。おじさん、久しぶりに函館でイカ食べたいですね。秋田空港を出発しまして、フライト時間約50分で日本航空 JAL2822 便は新千歳空港に到着することができました。これで今回の動画は以上になります。引き続き新千歳空港から旭川までの移動の様子を見ていただきながらエンディングにさせていただきます。今回の動画ではまず秋田市内にありますホテル小町の朝食を食べました。その後秋田県と青森県にまたがります十和田湖に行きました。十和田湖では湖を見渡すことができる展望台や青森の B 級グルメで有名な十和田バラ焼きを食べることができました。今回奥入瀬渓流にも行きましたが水がとても綺麗でした。そして一度は行きたいと思っておりました青森県深浦町にあります不老伏温泉に行くことができました。海辺の露天風呂は眺めの景色が絶景で本当に出るのがもったいないくらいの露天風呂だと思いました。このホテルは温泉だけでなく夕食のバイキングも本当に美味しかったです。刺身もすごく新鮮でしたし、サザエのつぼ焼きやホタテ焼きをいくらでも食べるのは最高でしたね。北海道に住んでおりますとなかなか行く機会がない秋田空港にも
行けましたので、おじさん的には大満足の旅行になりました。今後も旅行に行った際にはこのような動画を作成したいと思っておりますので、その時はぜひご視聴いただければと思います。やっと JR 旭川駅に着きましたが、旭川やっぱり寒いな。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。おじさん、今度は秋田美人が作ったババヘラアイス食べたいな。